こんにちは。行政書士社会保険労務士の小園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画を送りしております。今回は助成金、補助金ですね、についての解説をしていきたいと思います。新型コロナウイルス感染症が収束をして、事業活動が平穏に戻ってきたという形になりますけれど、まだまだですね、飲食店、小売店なんかで言えば、来店客数が戻らないですとか、あとは円安ですとか、そういったところでなかなか事業経営が苦しいといった状況はあるかと思います。新型コロナウイルス感染症で本業自体の先行きが見通せないといった中で新しく作られたのが事業再構築補助金と言われるものになってきますけれど、こちらはですね、新たな分野に基本的には進出をしていくといった形のものではありました。本業自体を進化するものもありましたけれど、新しい分野に今までのノウハウを使って出ていくといったものではあります。今回ご紹介をするのはですね、新たな事業環境に即応した経営展開サポート事業という補助金になってきまして、最大800万円という形になります。新型コロナウイルス感染症の影響が残った中で今行っている事業の進化ですとか、あとは発展についてこの補助金を活用してもらいたいと思います。今回の概要ですけれど、新型コロナウイルス感染症、ほぼ収束をしてきたというふうに思いますけれど、そのコロナ後の経営課題についてまずは見ていきたいと思います。そして今回ご紹介をする新たな事業環境、いわゆるポストコロナといったところになりますけれど、ポストコロナに環境に即応した事業展開のサポート事業について、その対象となる事業ですとか、対象経費、助成額、そしてスケジュール、そういったところを解説をした上で、最後に注意点とまとめということになります。まずは、コロナ後の経営課題について見ていきたいと思います。コロナ後においてはですね、需要が回復をしてきたといったところ、ただ一方で生活様式が変わって多様な生活という形になってきまして、消費者ニーズが変化をしてきたので、これにも対応していかなければいけないというところが経営の課題ということになってくるかと。またコロナ禍からもありましたけれど、やはりですね、エネルギーですとか原材料の価格の高騰といったところが非常に大きい。昨今はですね、急激な円安というところで輸入価格というのが非常に上がってきていて、徐々に物価に転嫁していくのではないかといったところになってくる。そして当然ですね、人件費といったところで最低賃金の引き上げ、全国平均1000円を超えたといったところになりますけれど、令和6年に関しての最低賃金の引き上げの動向というのは気にはなりますが、世界的にも見てやはり日本というのは低賃金というふうに言われているので、今後ますます引き上げをしていかなければいけない。ただそれ以上に物価も上がってきているので、実質賃金というのが年々減ってきているといった形で、なかなかこのジレンマを脱出できないといった状況、こういった苦しい中でですね、経営基盤も強化をしていかなければいけないということで、東京都が支援をしています。そして今回の新たな事業環境に即応した経営展開サポート事業ですけれど、どういった経営基盤を強化をしていくのかといいますと、原則は既存の事業という形になってきます。そして既存の事業のいわゆる進化、深めていく、高付加価値化といったところ、そういったところになってくるか、もしくは新しい既存の事業の発展という形になりますので、この2つの項目の取り組みに対して補助金が出ると。この進化と発展ですけれど、よく理解をしていただきたいと思います。なぜかというと、この進化なのか発展なのかの違いによって対象経費といったところで少し違いが出てくるからになっていきます。そしてですね、進化に関しましては、すでに営んでいる事業自体の質を高める。つながって、高性能な製品ですとか機器、設備の導入による競争力の強化ですとか品質の向上、効率化の機器の導入による生産性の向上が進化になってきますけれど、発展に関しましては新たな事業展開を図る取り組みという形で、新たな商品サービスを展開すると、新たな商品サービスの提供方法を行う、そういった形で事業を広めていくといった形になっております。
そして今回ご紹介をする新たな事業環境に即応した経営展開サポート事業ですけれど、こちらの申請対象となる対象者に関しましては、東京都内で事業を行う中小企業者ということで、個人事業主も含むものになってきます。そして助成対象経費につきましては、もちろん対象経費あるんですけれど、審査で認められた経費ですね、そこはその審査で認める前提として、事業計画を作らなければいけないので、その事業計画達成のために必要な経費として認められたものが対象経費となって、対象期間は交付決定から1年間という形になっております。助成率は3分の2で、助成限度額上限は800万円という形になっております。そして助成対象経費につきましては、審査で認められた経費となっておりますけれど、一部ですね、主要なものをご紹介をしていきますと、原材料費ですとか、機械衛生装置、設備、そして導入費、あとはですね、各種の認証の費用だとか、登録の費用についても対象になる。また、不動産の賃借料ですね。あとは、市場調査費ですとか、専門家指導費に関しても対象にはなるんですけれど、単独経費としての申請はできないという形になってきます。また、販売促進費に関しましては、こちらも単独申請はできず、なおかつ事業の発展に関わるものですね、進化はダメと、高付加価値化はダメで、新たな商品サービスの開発だとか提供方法といったところの発展に関わる部分に関しては、販売促進費が認められるという形で、この販売促進費に関しては、具体的にはですね、ウェブの制作費ですとか、印刷、動画制作ですとか、展示会費、そういったものが対象になってくるというものになってきます。そして申請から支給申請までという形になっておりますけれど、まずはですね、事業計画と申請書類を揃えていただいて、提出をするんですが、そして審査をした結果、交付決定が受けられるという形になります。そして事業の実施にあたる時と、あとは事業が終わって完了報告をするときですね、こちらの 2箇所でですね、アドバイザー派遣というのがあるのが特徴的になっております。交付決定日後ですね、事業の取り組み実施の間にですね、こちらは任意になりますけれど、アドバイザー派遣というのは求めることができると。そして事業が終わって完了報告をしたときにもアドバイザー派遣というのがあるんですけれど、こちらは必須という形で、いわゆる完了検査と合わせてアドバイザーが来て、そちらの内容を確認をするといった状況になるので、希望があればアドバイザー派遣は2回求めることができるという形になっております。そして募集スケジュールですけれど、全部で12回ですね、非常に募集回数が多いんですが、期間が非常に短いという形で、だいたい2週間程度の募集期間しかないという形になっておりますので、募集が始まってから準備をしても間に合いませんので、今から準備をしておいて、どこの募集会に応募するかというのを考えてほしいというふうに思います。今現状ですね、出ているのは予定になっておりますので、今後少し変わるかもしれませんけれど、今現状ですね、最終が令和7年の3月の3日から3月14日までという形になっております。そしてですね、あくまでも予算事業になりますので、各月の申請がですね、予算に達した場合はですね、申請の受付を早めに締め切るケースもあるといったところに注意が必要です。そして最後に注意点とまとめになりますけれど、事業計画を作成をしなければいけないんですけれど、この事業計画ですね、審査のポイント、視線というのが出ております。全部で5つですね、出ておりまして、その事業の発展性、そして既存の事業が行っている市場の市場性、そして計画の実現性、そして少し、
なかなか理解が難しいんですけど、優秀性といったところの項目もありまして、どういったところが優秀なのかといったところの判断、かなり主観的になるのかなというふうには思っておりますけど、優秀性、そして自己分析力ですね、そういったところの視点がですね、盛り込んでいただいて、事業計画に作っていただくと。またですね、面接審査というのもあります。専門家による原則で対面の審査というのもあるので、準備をしてほしいと思います。そして、今回の補助金の他にですね、その他の補助金として事業再構築補助金というのもあります。そして、小規模事業者持続化補助金という少しライトなものもありますし、あとはものづくり補助金というのもありますので、こういった補助金などもですね、検討してみてはいいかなというふうに思います。全12回の募集がありまして、そのスケジュール公表されておりますので、そのスケジュールに合わせて準備を進めていってほしいと思います。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。